さんこんにちは、岡田由美です。今回はですね、自分自身もともと地下アイドルをやってたんですけど、自分が地下アイドル今までやってたことの話をしようかなって思います。普通にちょっとビール飲みながら、ビール飲まないとちょっと話せないことも話せないんで、ちょっと飲んできます。あ、乾杯。なんで地下アイドルになったかっていうのをちょっと話していこうかなと思うんですけど、自分が地下アイドルになった理由は、地下アイドルのファンの人たちにも、ちょっとなんかこれはどうしてもちょっと申し訳ないって思ってしまうんですけど、もともとその時から AV 女優になりたいと思って、でそれでその時体も、太ってたのもあって、上の人に地下アイドルに入って痩せなみたいな感じで言われて、勝手に地下アイドルに入らされたっていうのはありますね。もともと自分自身もなんか離れなんかその場所を慣れるため、大人数のところでなんかそういう人とかに慣れるためにも地下アイドルになった方がいいよって言われて、で私もそうかって思って、なんかよくわからないまま入ったんですよ実は。でも一番は多分ダイエット目的で多分入らされたっていうのも多分あると思います。でも私が実は地下アイドルになったって言って3ヶ月ぐらいしかないんですよ。でその3ヶ月が壮絶すぎて、もうめちゃくちゃもう大変だったんですよ。もう一番やっぱり地下アイドルでなんかちょっと大変だなって思うのは、やっぱ人気が増えないっていうか、地下アイドルって結構ステージ的に狭いんですよ。暗いし狭いし、だからお客さんが全然増えないっていうのもありますね。土日とかの1日のライブにだいたいはしごするんですよ。3つぐらいライブあるんですけど、その3つ全部こう踊ったり歌ったりするんですけど、その3つの全部お客さん同じお客さんだったりするんですよ。新規のお客さんを作ることもできず、みんなその固定のお客さんだけに次も来てみたいな、次も来てよみたいな感じでいてましたね。で一番なんかグループとかでやって辛いなって思ってたのは、なんかその3人グループだったんですけど、あんまりその人気があんまり致命的にはあんまりまだないグループだったし、チェキとかのわざわざやっぱり書くんですよ。このノートとかにチェキ表で何人誰がチェキ取ったかっていうの正の字で書かれるんですよ。それがなんか誰よりもその少なかったりとかすると、もうすごいなんかプレッシャーだし、追いつかなきゃっていうのもあるし、でなんかちょっと少なかったら後でちょっとプロデューサーみたいな人に怒られるし、ただただ必死でもう頑張って話しかけたりとか、なんかその新規をつかもうとか、もっとチェキを取らなきゃとか、なんかそういう焦りもありましたね。これも大変だったんですけど、私たちもともとやっぱ人気なくて、ツイッターとかのフォロワーも1000人2000人ぐらいしかいなくて、いや1000人2000人もいなかったな、800人ぐらいしかいなかった気がする。私の当時その時のフォロワー、アイドルやってた時のフォロワーが800人ぐらいだったんですよ。800人もいるじゃんって思うけど、実際来てくれるのって10人もいなかったりとか5人とか、そんなもんなんですよ。だから土日の昼前に朝早く起きて、だいたい懐かしいな、秋葉原の朝7時ぐらいとかで、なんかそのチラシを配って、なんか12時からなんかライブするんで来てくださいみたいな感じで毎回チラシ配りしてたのを覚えてますね。地下アイドルって結構闇なのっていうとこみんな疑問だと思うんですけど、私のところは結構闇だったんですよ。かなり闇です。正直結構闇です。お酒飲んでいいですか？こっから闇なんでちょっと今だから言えるんですけど、私ぶっちゃけその3ヶ月収入ゼロなんですよ。ギャラをもらってなくて普通売り上げってなんか箱とかに入れるもんじゃないですか。なんか売り上げ箱みたいなのに入れて、こうなんかそれで貯めてって、それがその3人の売上金になるわけじゃないですか。その売上のお金どこにしまってる？財布にしまうんですよ。普通におかしいですよね。何度も請求したんですよ、お金を。多分3、40回ぐらい催促入れたと思います。いつですかって言ったけどもらえませんでしたね。残りのそのメンバーのその一人がめちゃくちゃ頑張ってなんかお給料もらったらしいんですよ。見せてもらったんですよ、その明細を。したらなんかそれもやばくて、いかにもなんかその紙を破ったかのような紙になんかマジックペンでなんとか税マイナスなんとか税マイナスなんとか税つって、なんかよくわかる、なんかありもしない税がどんどん抜かれてってでめっちゃなんか給料こんだけしかなくてみたいな、こんな引かれんのみたいな、すごかったですよ。なんでその3ヶ月のお給料とかないまま普通に暮らせてたのかっていうと、その時結構ダイエットとかもあってあんまり食べなかっ
ったんですよ。だからそういう意味でも食費とか浮いてたし、あと、寮とかで無料の寮を貸してくださってて、そこで暮らしてたんで、だからその時はお金とかはそんなで、お昼とかもプロデューサーさんとかがなんかラーメンとかチャーハンとかすごい食べさせてくれる人だったんで、全然食費とかその辺とかは全然大丈夫でしたね。でなんでその3ヶ月で辞めたかっていうと、彼やっぱめっちゃやばいんですよ。もう結構サイコなんですよ。サイコなんか椅子とか蹴飛ばしたりとか説教とか、もう普通のなんかもう楽屋って一つの楽屋になってて、いろんな地下アイドルのメンバーの子がたくさんいるんですよ。そういうとことかで椅子とか蹴飛ばしたりとかして、なんか結構怒鳴るような結構サイコ系な人だったんですよ。そうである時焼肉パーティーをそのファンの人たちでやることになって、でなんかわかんないですよ、なんかやらかしたのかな。でもそんな別にやらかしたことなかったんですけど、その3人の中の私と誰かがやらかして、でファンの前で怒鳴り散らかしたのかな。で怒鳴り散らかして、で最終的に肩をボーンって押されて、なんだろうなってバーンって押されて、もう地面にブワーってでファン見てるんですよ。私のファンとかみんな見てて、みんな顔マジ真顔で、もう怪我っていうかなんかちょっとそれぐらいなぐらいなんか押されて、これやばいなって思って、この人やばいと思って、このままここに居続けたら多分私の体は多分持たないなって思って、やめちゃったんですけど、 AV の人にいやもうちょっとこれ以上ちょっとできない、これだと私のちょっと体が持たないのでちょっと無理ですって言ってたんですけどね。他は分かんないですよ。地下アイドルはすごいキラキラしてるところかもしれないし、でも私の入ったちょっと地下アイドルは結構闇でした。どうだったでしょうか。でも地下アイドルになりたいっていう子も多分もちろんいると思うんで、その時の入る時の際はちょっと私みたいな感じで闇的なところに入らないように気をつけてください。ありがとうございました。聞いてくれてありがとう。